いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。まだまだ寒い季節ですが、ようやくアジが釣れる時期が近づいてきました。とは言いながら、春アジングは細かく時期が分かれていることをご存知ですか？これまで同じ春アジングなのに、爆鳥の方や坊主という経験をされたことがある方も多いのではないでしょうか。この動画では春アジングの違いを知ることができて、さらに自分の地域の釣れやすい時期というものが分かってきますので、最後までご覧ください。ということで本日の結論です。春はタイミング。これから春アジングを解説するにあたり、冬アジングをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬アジングのおさらい。初春アジの特徴。産卵前の荒食い。荒食いの後。動画の最後には特典パートとして一度は聞いたことがある関アジについて解説していますので、最後までご覧ください。冬アジングのおさらい。それでは春アジングの前に冬アジングからおさらいしていきましょう。まずアジが活動できる適水温は16度から25度となります。そのため冬のアジは海底や温排水の流れ込みなど海水温が安定しているところに居つきやすいです。この冬の居つきアジの特徴として何パターンで釣れると解説したか覚えていますか？それは冬のアジはリトリーブによるプランクトン、網パターンで釣れる可能性が高いということでしたね。もちろん時期として難しいことは間違いありませんが、複雑なロッド操作の必要がないため、初心者の方でも大型のアジが釣れる可能性があります。春アジの特徴。それでは初春のアジの特徴はどうでしょうか？一般的には3月から産卵が始まるとされていますが、地域によって大きく異なります。まず産卵場所として有名なのは、東シナ海の沖縄と中国の中間あたりの大陸棚延辺部です。そこで生まれたアジは成長しながら主に日本近海まで流れてきて、春から夏にかけて列島沿いに北上、秋から冬にかけて南下する、いわゆる回遊性のアジとなります。もちろん回遊性のアジすべてが東シナ海で産卵するわけではなく、孵化の適温である18度から24度の場所であれば、ほとんど全国の沿岸で産卵するということです。その後、卵や稚子魚は対馬海流と黒潮によって運ばれ、5センチから8センチほどまで成長すると着底します。ここで少しアジの成長について触れておくと、1年で18センチ、2年で25センチ、3歳で29センチ、4歳で100を超えるそうです。そうして1歳魚まで成長する回遊性と居つきのアジは合わせて年間およそ40億匹に上ります。食物連鎖の一翼を担うアジには感謝しかありませんね。そして産卵の時期は絶対ではありませんが、暖かい九州ではおおむね3月から5月、水温の上昇とともに北上して、東北地方では5月から7月となりますので、ご自身の地域に当てはめてみてください。産卵前の荒食い。次に春のアジはどのように狙えばいいのでしょうか？春アジングと一重に言っても、産卵前の荒食い、産卵直前、産卵中、産卵後の4パターンが存在します。この中で最も釣れやすいのは産卵前の荒食いする時期です。この荒食いするタイミングに当たった人は、春アジングが一番釣れるという評価になるわけですね。ですから産卵が早い九州方面であれば、2月から3月頃にはチャンスが始まります。ここで毎日釣りに行けるような人は、その時期を逃さずに釣ることができるのかもしれませんが、ほとんどの人はそうはいきません。世帯持ちが毎日釣りに行くとなれば、様々な冷たい視線に耐えなければいけませんし、私には無理でした。そして基本的に釣り人は釣れていたとしてもバーレを嫌って
正確な情報を表には出しません。そういう時はいろいろなアングラーの情報が集まる地元の釣り具屋さんなどに聞いてみましょう。では、運よく荒食いのタイミングに当たったとして、どのように狙うのがいいのでしょうか。結論として、荒食いの時期は何でも釣れます。どちらかといえばタイミングが重要なので、海に通える方は可能な限り通ってみてください。そして2月から3月頃になると、ハクやバチなどの餌となる生物の活動も活発になってきますが、その時釣れやすいパターンを探してみましょう。と言っても、アジングを始める人にとってはいきなりルアーをまんべんなく用意するのは酷なので、汎用性がある方法をご紹介します。その方法は、重めのジグヘッドでボトムを狙ってみてください。もちろんどの層でも群れがいれば釣ることは可能ですが、比較的大型のアジはボトムにいることが多いです。具体的に言うと、1.5g くらいのジグヘッドとプランクトンを意識したワームを用意します。この仕掛けであれば、今時期だけでなく産卵中なども継続して使うことができるのでおすすめです。ここで一つ釣る際のポイントをお話しすると、少し太めのラインでドラグを締めて一気に群れの中から抜いてしまいましょう。その方がアジの群れが散らず、擦れることも少ないからです。それからボトムに着底しているかどうかを確かめる方法をお伝えします。今回紹介する方法は、風が強かったり潮が速くていつまでもラインが出続けてしまうような時に有効な方法です。まずジグヘッドをフリーフォールさせてある程度カウントします。そして着底を確認したいタイミングでベールを起こして少しだけ待ちます。次にロッドの先をちょんちょんと動かしてみてください。この時コンコンと反応が返ってきた時はまだ着底せずラインが張っている状態なので、再度ラインを送ってください。逆にコンコンといった反応が何も返ってこない時は、着底してラインがたるんでいるということなので、糸吹けを取りながらコンコンと反応が返ってくるところまでラインを巻いて確かめることで、着底のレンジを確認することができます。ただ、こればかりは理屈では分かっていてもなかなか難しいので、何度もチャレンジしてみてください。荒食いの後。では、荒食いが終わるとどうなるのでしょうか。端的に言うと、アジの動きがだんだんと鈍くなっていく時期に入ります。これは産卵に向けて消費エネルギーを抑えるためです。本日のまとめです。ここまで春アジング、とりわけ産卵前の荒食いにフォーカスを当てて解説してきました。具体的にいつということは断言できませんが、傾向については過去のデータやアジの生態から予測することは可能です。ご自身の住まわれている地域の産卵がいつなのか、産卵前の荒食いがいつなのか、情報を集めることもアジングの楽しさの一つだと思いますので、挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは特典パートです。今回は釣りをしない人も聞いたことがある関アジについて解説します。関アジとは大分市の佐賀関半島と愛媛県の佐多岬に挟まれた早水の瀬戸と呼ばれるエリアで、大分県漁業協同組合佐賀関支店に所属する漁師が一本釣りしたマアジのことです。この早水の瀬戸は潮流が速いため身が引き締まり、豊富なプランクトンのおかげで脂の乗りも良くなると言われています。さらに海域の特徴から、他の海域のアジとほぼ交わることなく独立した群れを持っていることから、通常のマアジより頭が小さく、尾の付け根の尾柄と呼ばれる部位が太いなど身体的特徴も異なるそうです。そして私たちは普段からよくアジを食べているので、違いが最もわかる食材と言ってもいいかもしれません。普通に生活していてはなかなかお目にかかることのない関アジですが、チャンスがあれば一度食べてみたいですね。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。